それでは次は背景ラフの書き方のお話を始めていきたいと思います。書きながらになりますね。こちらが私が普段イラストや漫画を描いている時の作業画面になります。まず最初に画面の中に何があるのか軽く触れていきたいと思います。こちらにあるのがサブビューなのですが、こちらはですね、資料を出したりするようにビューになります。これ結構便利なんですけれども、例えば今これ表示してあるのが私が実際に過去に描いたイラストでして、ここから同一キャラを描きたい時なのは、スポイトして色を拾っていたりします。そして、その下にあるこちらですね、いっぱい並んでいるフォルダのようなアイコンが並んでいるところが素材の項目になっております。これはクリスタの素材の使うときに使用する場所になっております。ここから使いたい、例えば画像の素材とかなのであれば、ドラッグ&ドロップで出して使用するという形になっております。で、基本的にイラストを描くときのツールは、私は、こちらの列ですね。クイックアクセス、ちょっとたくさんアイコンが並んでると思うんですけれども、たくさん、ペンだったりあるんですが、それを、直感ですぐに使えるように取り出してきてるものになりますね。こっちの隣のツールという項目から取り出してきて使いやすいように配置しているものになります。今回ここのペンツールなど全てを使うわけではなく、カラーイラストを描くときのものになっております。全てを使うわけではなく、今回は触れないツールもあります。普段使用しているペンなのですが、クリスタの素材の中に、アセッツの中に、ペン筆というペンがございまして、いや、本当に作っていただいた方、ありがとうございます。なのですが、こちらを普段私は少し自分の筆圧などにカスタマイズして使用させていただいております。次に、レイヤーの項目がありまして、先ほどちょっとヒストリーになってたかと思うんですが、普段はこちらのレイヤープロパティの方ですね、を使用しておりまして、あまり私自身はそこまで頻繁にヒストリーの項目は扱わないので、だいたいタブで隠れている状態になっております。で、見ていただいた通り、カラーサークルがあり、で、カラースライダーがあって、たくさんここにスポイトの項目が並んでいるかと思うんですが、こちらはカラーヒストリーになっております。スポイトした色、使った色がこちらに蓄積されていってるような感じになりますね。その下にカラーセットがございます。カラーセットはアセッツに素材自体があったりもするんですが、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、再セットと書いてありまして、これは普段自分が使っているというよりも、使っているんですけれども、以前私クリスタを使用する前にですね、サイというソフトを使って書いておりまして、当時使っていたサイのところにあるカラーパレットと言いましょうか、色の登録してあるものを移植してきてる形になりますね。必ずしもここにある色を毎回使ってるというわけではないんですが、ある程度こちらから色を拾ってきて、色を塗り分けたりとか、ベースの色を使ったりとか、自分自身が扱いやすい色がセットしてあったりします。その下はツールプロパティですね。ブラシのサイズだったり、ブラシ濃度、手ブレ補正など、各ツールの項目、詳細のね、このような感じで、スパナマークを押すと、こんな感じで詳細が出てくるんですけれども、ここを使うこともあります。軽くこんな感じで、ツールについてはちょっと少し触れさせていただ
けたかなと思いますので、では早速イラストの制作の方に入っていきたいと思います。ラフ作成なんですけれども、ここではその流れを意識したラフを描くというようなお話になっているんですが、じゃあ流れとは何かっていう話ですね。こちらは視線誘導と言ったら良いのでしょうか。私自身は結構紙とかで、紙や服のなびき方で視線誘導を作ったりとかすることが比較的多くてですね、今回もかなりちょっと嘘をついておりまして、本来窓が開いていて風とかもないのに、室内にないのに、このようにあんまり髪がなびくということは現実ではまずありえないんですが、あえてそこを画面映えさせるために嘘をつくことによって、左から右へと風がまるで吹いているかのような爽やかなちょっと印象をね、静かな空間なんですけど、動きのあるイラストにも持っていきやすいものになっております。なので結構私自身は室内でどう考えても風吹いていないだろう、風なんてないだろう、みたいな状況でも、割と髪の毛をこうブワッとなびかせることは多々あります。この現時点で、もうキャラクターはほぼほぼラフ画ができている状態となっております。まだちょっと背景の方に手をつけていないので、背景のラフをもう少し書き込んでいこうと思います。で、今現在、レイヤーですね。こちら、レイヤー2と書いてちょっとあるんですが、ちょっと申し訳ないですね。名前をね、変更していなくて、申し訳ないんですけれども、名前変更しときましょうか。オーラフみたいな感じで。で、こちらのね、これなんですけれども、レイヤー13と書いてある項目なんですけども、このレイヤーなんですけど、これはキャラクターのシルエット、描いたラフのシルエットがどのような形になっているのかを知るために、ベタ塗りで一色で配置することによって、全体的なね、バランスを見るために、こういうレイヤーを作ることが結構あります。これ、カラーラフを作成するときに、結構便利でして、こちらを使用する選択範囲を比較的簡単にラフを制作していきやすくなるので、一旦ざっくりと作ってみるのが結構私的にはおすすめだったりします。それではでは触れていきましょうかね。ちょっとわかりやすいように、レイヤーの名前だけ変更させていただきますね。基本的に私は、キャラクターと背景は必ずレイヤーを分けるようにしておりまして、それぞれのパーツ、モチーフごとにだいたいフォルダというものを作り、その中にね、さらに詳細に細かく分けたレイヤーを入れていたりします。線が青いのは、これは作業を見やすくするためですね。こちらのレイヤープロパティというところの、レイヤーカラーという、こちらの、見えますかね、モードを使っておりまして、これ便利で、一発で色味の変更がすることができます。このね、レイヤーカラーというところに、好きな色を、例えばこう、スポイトすると、スポイトして、えっと、なんでもいいんですけど、こちらのね、カラーレイヤーを設定しますという、このバケツのね、マークですね。こちらポチッと押していただくと、こんな感じで色も簡単に変化をできるので、結構おすすめです。何の色でも大丈夫です。作業がしやすければ、それで問題ございません。先ほど青かったのは初期値だからですね。こういう感じで色を変更した後、少し色をさらに薄くして、作業をしやすくするといいかなと思います。では、新規レイヤー作成しまして、ここはもう、ちょっと同じ色ですとね、描けないので、よいしょ。
こは本当によく私自身、あの、ラフを描いている時にですね、線画のように、線画ですかみたいに聞かれることが多いんですけど、でも全然ラフ画です。ちょっと慣れない間とかは、こんな、なかなか一発で線をバシッと決められなかったりとかもすると思うんですけど、全然大丈夫です。